のささやきの朗読や山影の離れ。これは俺が数年前に実際に体験したことだ。軽い気持ちで借りた山奥の離れが俺の人生で一番の悪夢になった。今も足首の跡が消えていない。この話を聞いてほしい。都会の仕事に疲れ、一人になりたくて見つけたのが村外れのさらに奥にある小さな離れだった。母屋はすでに崩れていて、その横にだけ平屋がポツンと残っている。畳3枚分の簡素な作りで、賃貸は相場の3分の1。内見の時、不動産屋はやけに念を押してきた。夜は必ず雨戸を閉めてください。外の音が気になっても絶対に開けないでください。その声が冗談に聞こえなかった。だが、俺は疲れ切っていて、安さと静けさに惹かれて契約をしてしまった。引っ越し当日、山の空気はひんやりして気持ちよかった。ただ、離れの中に一歩足を踏み入れた瞬間、胸の奥が重くなり、耳の奥が詰まるような圧を感じた。何年も開けていない冷蔵庫のような匂い。畳の目には細かい砂のようなものが入り込んでいて、指先で触るとざらりとした感触が残った。夜になり、荷物を片付け終えて寝袋に潜り込む。外の虫の声は一つなく、静かすぎて耳鳴りがするほどだった。懐中電灯の光を消すと、窓のすりガラスに映る自分の影がゆらゆらと揺れていた。その影がほんの一瞬、頭の形だけ別人になって見えた気がした。布団を頭までかぶって目を閉じようとしたとき、部屋の隅でトントンと小さな音がした。木の柱を爪先で叩くような軽い合図の音。耳を澄ますと、壁の中に何かが這うような感触が足元まで伝わってきた。畳のへりをなぞるように細い何かが移動している気配。息を止めた瞬間、畳の目の隙間から冷たい空気が吹き出した。それはただの風ではなく、生き物の吐息のように湿っていた。首筋に当たる空気が一瞬だけ舌先のようにざらりと動く。背筋がこわばり、心臓の鼓動が速くなる。俺は勇気を出して懐中電灯をつけ、畳の目を照らした。だが、そこには何もない。だが、光を当てる前に見えた気がするんだ。白く細い指のようなものが畳の奥からほんの数センチ伸びてまた消えたの。その夜は一睡もできなかった。耳を塞いでも壁の奥のトントンという音だけが夜明けまで規則正しく響いていた。まるで
向こう側に誰かがいて、返事を待っているようだった。翌朝、畳のへりに細い線が一本走っていた。爪で引っかいたような、そんな線。その線を指でなぞると、冷たく湿っていた。外に出ると、山の空気は晴れているのに、離れだけが霧の中に沈んで見えた。俺はその時からうすうす感じていた。この場所はただの安い離れじゃない。夜が来るたびに何者かが畳の下から俺を覗いている。翌朝、外は快晴だった。だが、離れの周りだけ霧が残っていて、玄関の前の土がしっとりと濡れていた。畳のへりに残った白い線は、夜のうちに増えて2本になっていた。指で触れると、冷たく生臭い匂いがわずかにした。俺は見間違いだ、と自分に言い聞かせ、荷物をまとめようとした。けれど、妙なことに気づく。雨戸を閉めたはずなのに、一枚だけ半分開いている。近づいて閉めると、小口に細い擦り傷がいくつも刻まれていた。猫でも狸でもない。指先のような細長い跡。夜の間に誰かが内側から押したかのように。午後になって買い物から戻ると、離れの中の空気が変わっていた。昨夜より重く低い音が床下から響いている。畳の目からじわじわ湿気が立ち上り、懐中電灯で照らすと、かすかに波打っているのが見えた。これはただの湿気だ、と心の中で何度も唱えるが、胸の奥の鼓動がだんだん速くなる。夕暮れになると風が止んだ。虫の声も消え、山全体が静まり返る。その時、離れの奥の壁がふわりと膨らんだ。呼吸をするように膨らみ、また縮む。畳のへりがかすかに湿って光り、白い筋がゆっくりと玄関の方へと伸びていく。俺は立ち上がり、玄関のドアノブに手をかけた。その瞬間、耳元でささやき声がした。声は低く湿っていて、誰のものか判別できない。振り返ると、畳の目から白く細いものが一本、ニョキッと伸びては消えた。今度は確かに見た。足首に冷たい感触がまとわりつき、動けなくなる。視線を落とすと、畳の模様が水面に変わっていた。その水面に自分の顔が揺れて映っていた。だが、その顔には目がなかった。懐中電灯を構えた瞬間、壁の奥から低い音が鳴った。その一つの音だけで部屋の空気がひんやりと冷える。光が細くなり、影が濃くなる。畳の下で何かがゆっくりと這い回り、畳のへりをなぞって玄関の方へ向かう感触が伝わってきた。俺は
ドアノブを強く握り、絶対に開けないと心の中で繰り返した。だがドアノブの金属が冷たく脈打ち、手のひらに吸い付いてくる。背後で壁の模様がじわじわと崩れ、見たことない口の形に変わっていく。その口からかすかな息が漏れた。そのささやきとともに、畳のへりから伸びていた白い筋が俺の足首に触れた。冷たいのに肉のような厚みを感じる感触。勇気を振り絞って懐中電灯を床に叩きつけると、光の破片のような影が一瞬広がり、白い筋がふっと後退した。その隙に玄関の鍵を二重に回し、雨戸をすべて閉めて息を殺した。外は真っ暗なのに、部屋の奥の壁だけがぼんやり光っていた。俺はその夜、立ったまま朝を迎えた。目の下に深いクマを作りながら、もうこの部屋から出よう、そう決意した。だがその時にはもう足首に残った冷たい跡が消えなくなっていた。朝日が昇っても離れの中の空気は夜のままだった。湿った匂いが鼻の奥にまとわりつき、足首の跡はさらに濃く脈を打つようになっている。俺は荷物をまとめ、絶対にこの場所を出ようと決めた。しかし玄関に向かう足が重い。まるで床下の何かが俺の骨に絡みついて引き止めているようだった。ドアノブを握った瞬間、壁の奥から低い音が響いた。ドン、ドン。その音に続いて、畳のへりから白い筋が何本も伸びてきた。筋は細い指のようで、筋の代わりに小さな口が並んでいる。その口々が、まだ、まだ、とささやき、俺の足首に冷たい感触を巻きつけてきた。目を閉じると脳裏に映像が流れ込んできた。離れの外観、山の奥の谷、そしてどこまでも続く土のトンネルの奥に無数の人影が押し込められている映像。その影が全員俺の方を見て手を伸ばしている。お前も。その声が脳の奥で重なった。必死に玄関へ引っ張られるように走る。足元の畳が水面に変わり、冷たい泥が膝までせり上がる。背後の壁が大きく息を吸い込み、部屋全体が一度に縮んで暗くなった。その暗さの中で、畳の下から巨大な口がゆっくり開く。歯のない奥に無数の指が揺れ、そこから白い息が吹き出した。返せ。お前もこっちへ。そのささやきに合わせて足首の冷たさが鋭くなった。俺は残っていた懐中電灯を床に投げつけ、光が跳ね返った瞬間に玄関のドアを蹴り開けた。
冷たい縄のようなものが足首から一瞬だけ離れ、その隙に体を外へ投げ出した。外の空気は驚くほど冷たく澄んでいた。振り返ると離れの雨戸がバタンと一斉に閉まり、建物全体が黒い霧に包まれていった。霧が晴れた時にはもうそこには何もなかった。ただ踏みしめた地面に畳のへりのような跡が残っていた。気を失った俺が次に目を覚ましたのは村の診療所のベッドだった。通りかかった林業の人が山道で倒れていた俺を見つけたという。彼らは口を揃えてこう言っていた。この奥に建物なんてなかったよ。だが俺の足首には縄のような跡がはっきりと2本残っていた。今でも夜になるとその跡がじわじわ湿り、耳元であのささやきがよみがえる。目を閉じると畳の目や壁の奥に白い指先がゆっくり動くのが浮かぶ。これが山陰の離れで俺が体験したことのすべてだ。格安の離れや訳あり物件を甘く見ないでくれ。そこにあるのはただの部屋じゃない。あなたを選び待ち続けている口かもしれない。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。もしこの朗読が少しでも怖いと感じていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次の朗読でお会いしましょう。